よし、来た。これはバラしたくないんだけど、うわ、引き強いな。引きが強いな。どうも、ちぬこチャンネルです。今回は湾内の河川にやってきました。ここで牡蠣を餌にして大物を狙います。かなり久しぶりですね。約5年ぶりぐらいです。巻き絵が牡蠣のクラッシュですね。これを巻いて、はい、刺し絵はこれを使います。牡蠣ね。はい、牡蠣の割り方いろいろあるんですけど、もう今日は1パターンだけです。ここの半分切るっていう感じね。はい。三重県では冬に大型のクロダイが狙えるということで、カキチヌと呼ばれていて、昔からある釣り方なんですけど、最近では全国的に流行っていて、チヌ以外にもいろんな魚種が狙えるということで、かぶせ釣りと呼ぶみたいです。ちなみに今日私が狙う本命もチヌではありません。ラインはファンツールイカダカセ 2.5 号、針は伊勢山13号です。付け方はナタで割った牡蠣めくって裏からちょんとかけるだけ。はい、こんな感じ。すごく簡単ですよ。で、指で止めながら落として、でまた落ちたら上にフリーで上げて、指でまた止めながら落とす。要はテンションかけながらゆっくり落としていくという感じですね。これをずっと繰り返して、中層で当たりがあれば合わせて、そこまで当たりがなければそこつけて誘って合わすという感じでね、やっていきます。当たってる。はい、当たってましたね。食べられちゃいましたけど、いや久しぶりだな。楽しい。めちゃくちゃ好きな釣りでね、もう本当に昔はめちゃくちゃハマってよくやってました。10年以上前からやってたと思う。この釣り方で年なしのチヌを釣ったこともあります。何度もあるよ。当たりがなければ誘う。でテンションかけながら落とす。上層ボラがすごいですね。めちゃくちゃボラいるよ。なんか当たりはあるんですけどね、元気のない当たりって感じ。本命の魚だともっと分かりやすく当たりが出るということです。で、巻き絵は巻きすぎると嬉しくないゲストさんが寄ってくるということなので、定期的に巻くけど巻きすぎないようにしますね。うわかけれないんですけど、当たるよ。当たるんだけど全然合わせられないんだけど、どうしよう。ブランクかな。久しぶりすぎ。やっぱり5年もやってないとちょっと感覚鈍ってんのか。当たってる。来たよね。来てる。よかった何。そうかはいかわいこちゃんです。さふぐちゃん。お膨れてるよ。はい、ありがとう。来たんじゃない。来たよ。そこだよ。そこで来た。よし、ちょっとまともな魚じゃない。めっちゃおるなおいおい、君めっちゃおるな。好きだもんね。君は牡蠣が好きだ、知ってる。来たよ。おっとっとっ
とこれは来たよ。おっとっとこれは取りたいんだけど何？うわ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 、引き強いな。引きが強いな。引きが強いな。あおおおおおあーばら、もうなんでだよ。なんだったんだろう今の。フグじゃないよ絶対。よし来た。これはバラしたくないんだけど、これはでもなんか久々に見たぞ久々に見たかも。やっぱ引き強いねはい、よーし。気をつけなきゃいけないのはヒレに毒があります。刺されたら釣りにならないぐらい痛いです。アイゴです。アイゴ。はい。船長さんから聞いてた情報ではですね、まだ海水温が高くてもうアイゴがめちゃくちゃ多いよと、たくさんいるよって聞いてたんですけど、今日は午後まで現れませんでしたね。ここ 2,3 日で水温がちょっと下がってアイゴがおとなしくなってたんだと思います。よし来たよ。久しぶりに来た。なんかなんか強めちょっと強めです。ちょっと強めです。フグじゃないんじゃないこれ。なんだろう。なに聞いた。でかマジでっかい。嘘聞いたやった信じられないぐらい大きいんだけど、カワハギですよねこれ。でかちょっと大きすぎるんだけど、こんな大きくなるのカワハギって。ちょっと角ちゃんがめちゃ大きいんだけど嬉しい。測る。これはちょっとこんな大きいカワハギ初めてですよ。見るのも初だし釣るのはもちろん初。32、自己最高記録更新です。パンパンだよ。すごいね。びっくり。今回の戦利品はカワハギとカキです。32センチ。上がってきた時はもう何か一瞬わからなかったですからね。ちなみに角折ってます。持ち帰りの袋に入らなかったので切りました。カワハギは餌取り名人と呼ばれます。口がストローみたいに伸びていて、貝やエビだけをピンポイントで吸い取るし、水中でねホバリングすることができるんですね。なので仕掛けだけ綺麗に残されることも多いです。これねいただいたカワハギなんですけれども、このヒレ見て、ピローって出てる。これがあるのがオス。簡単に見分けることができます。そしてこちら浦村カキはプランクトン豊富な浦村の海で育つ三重を代表する冬の食材です。私も久々に食べるのですっごく楽しみ。ちょっとこのサイズ感わかるかな。私の顔の前持ってきますね。はい結構隠れてないこれ。はい、それぐらい大きいんですよ。一番釣れていた時は38センチが上がったそうです。きっと夢の40もいると思います。ということで今回はこちらの食材を使って美味しい料理を作っていきます。まずは皮を剥ぎます。やっぱりサイズが大きいとめちゃくちゃ硬いんだな。皮もほら見て、これで水着とか作れそうです角のあったところの後ろですね、頭に切れ込みを入れまして、お腹も硬い骨があるのでこういう風に包丁を入れまして、なん
すごいんですけど、フォアグラです。フォアグラ。11月から2月ぐらいはこの肝がパンパンになるんですよね。釣り人大喜びです。裏側、ここに胆のうがあります。はい、こうやって綺麗に取りました。はい、OK、取れました。そしたらさばいていくんですが、ヒラメみたいに5枚におろします。まあこんな感じです。自分で食べるからね、これは上手ではない薄めに切っていく。正直ね、全然匂いはしないんですけど、お酒につけておく。これはもう5分から10分ぐらいでいいです。お酒を捨ててさっとお湯にくぐらせる。そしたら氷水に入れて冷やす。これで OK。これで完璧。うわ、油が浮いてきた。キッチンペーパーで水気をきれいに拭き取って、どうしよう、すごい量だもんね。半分は別で使います。身を入れる。わさび、だし醤油を加えて混ぜ合わせます。やば盛り付けます。おーいこれはすごいぞ。ネギを散らしてできました。カワハギの肝あえ完成です。いや、美味しそう。これは釣り人にしかなかなか食べられない特権だと思います。とんでもない量の肝を贅沢に身にあえました。これはお酒のおつまみにぴったり。美味しそうすぎてもう待ちきれません。早速いただきます。おいしい。何これ。うわー、めっちゃうまい。うまいしか出てこないけどうまい。肝の臭みゼロ。ただただ濃厚です。とにかくクリーミー。身の旨味と食感、そして濃厚な肝、ネギのシャキシャキ感と相まって本当に最高です。これはちょっと背徳感ある。うますぎる。はい、三重県伊勢市を代表するビール、伊勢門さんのパシフィックドライピルスナー。やっぱビールっしょ。もういい香りするもん。ちょっと色は薄めです。お待たせしました。乾杯。美味しい。軽いです。飲みやすい。さっぱりしてて私はすごい好きですね。ご飯にも合うんじゃないこれ。いや、ちょっと取っときますこれ。よし、そしたらさらに美味しい料理を作っていきます。牡蠣の下処理をしていきます。うわ、すごい量だけど。私はもう塩洗いなんですけど、みんなはどうしてるのかな。とにかく牡蠣を傷つけない。優しく優しくなじませる。そうすると茶色っぽくなってくるので、洗い流して終了。ほら見て、これが三重県の冬の楽しみですよ。私は毎年いろんなブランド牡蠣食べますけど、どれもめっちゃ美味しいですからね。ちなみに今年は三重県の牡蠣の生育状況いいみたいです。食べに行かれるといいんじゃないでしょうか。カワハギは食べやすい大きさに切ります。お鍋の中に白だし、お醤油、すぐ溶ける味噌、赤だし。赤味噌は硬いからこういうの買うと便利です。お砂糖、お水を入れまして、はい、今日はもうサボっちゃいます寄せ鍋のカット野菜、スーパーにありました。便利まず野菜をくたっとさせて傘を減らします。木綿豆腐切りながら入れます。赤味噌と木綿豆腐はめっちゃ合いますからね。牡蠣を入れる。うわいや、もっともっといっぱいあるもんね。もっと入れちゃおう。どっさり入れて、さらにカワハギの肝、身を入れます。もう一煮立ちさせます。そろそろいいんじゃないでしょうか。いきます。熱っ。オープン。わーい、めっちゃ美味しそうなんですけど、すっごいいい匂いするし。できました。牡蠣とカワハギの味噌鍋完成です。コクのある赤だしを使って作りました。牡蠣はブランド牡蠣だし、カワハギの肝もたっぷり入ってるので、シンプルでもスペシャルなお鍋です。小麦粉と卵、お水を少々加えてバッター液を作りますちょっとフォークしかないからごめんね。これで。そしたら牡蠣に衣をつけていきます。
はい、こんな感じで10個ぐらい余裕ですよね今日は米油使います。贅沢にたっぷり入れますね。揚げていきます。表面がカリッときつね色になったら OK です。うわー、美味しそうできました。カキフライ完成です。カキが手に入ったら必ず作ります。数あるフライの中でもランキング上位に入るぐらい大好きです。いろんなソースで味を変えながらいただきたいと思います。美味しそう。まず1つ目、マヨネーズ、ポン酢、桃屋の刻み生姜、ちょっと多めに入れちゃおう。マヨポン生姜、ケチャップ、ウスターソース、粒マスタード。カキはね、とにかく酸味がいいんですよ。これが2つ目ね。具沢山タルタルソースとサルサソースも買ってきました。この4種類でいく。完成しましためっちゃ美味しそう。すごい量今回も豪華な夕食になりましたね。いただきます。カキフライからいきます。マヨポン生姜をつけていただきたいと思います。おいしい。ちょっと強いかな、マヨポンが。生姜の風味はすっごくいい。っていうかカキ美味しいポン酢少なめがおすすめかもしれない。ケチャップウスターマスタード。こっちもうまい。合いますカキが臭み一切なくてめっちゃプリッとしてて美味しい。どんどんいきます。タルタルソース、間違いないね。結構甘めのタルタル。美味しいです。よし、サルサソースいってみるかこれはどうかな。いい香りする美味しい。お野菜入っててトマトの酸味とあと辛さがいいですね。美味しい。正直何もつけなくてもレモン絞っただけが一番いいのではそれが一番美味しいかも。最高です。味噌鍋いきましょう。カキとカワハギの身と、ここに肝がある。うわ、すごい肝。美味しい。赤味噌と合うよ。やっぱり寒い季節になったら鍋ですね。この赤だしの苦味がいいですね。うまい。カワハギいってみよう。煮付けに近いですね。食感がすごくいい。コロッとした感じ、もっちりしててすっごい美味しい。肝うわー、濃厚、まったり。肝最高だ。ちょっとずつちびちび食べるのおすすめ。そしたら締めのうどんです。よしOK。卵を入れますびっくりした締めのうどん完成です。ここにすべての味が入ってるんだよね。美味しい。味噌鍋の締めはうどんですね。うまい。濃い味噌の味と磯の香り。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。今
今回は約5年ぶりに餌に牡蠣を使って釣る釣法かぶせ釣りに挑戦してきました。三重県は牡蠣養殖が盛んなので、この釣法は古くからあるんですけれども、今まではほとんどがチヌを釣るための釣り方だったんですよね。でも今回みたいにあんな大きなカワハギが釣れたり、マダイやイシダイやコブダイなんかも釣ることができます。私も過去にはね、毎週のようにこの釣りを楽しんでいたので、牡蠣を使って大きな魚も狙っていきたいなと考えています。黒潮の大蛇行が終わって三重県では海の状況も変わるので、それに合わせていろんな釣りを楽しみたいと思います。また釣れたらご報告しますね。ということでご視聴ありがとうございました。